皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は12月大歌舞伎初日に来ました。今月は1部2部3部の3部制です。夜まで全て見ます。そして恒例のランキングをお届けします。まずは4位から6位をお届けします。なお私の動画、実は10分の動画作るのにいろいろ皆さんにお届けしたい情報を追加したりして6時間以上編集にかかってます。今 AI を導入したり、または Windows から Mac に変えたりいろいろしてます。字幕等多少誤植があったりお聞き苦しい点があるかもしれませんけども、そこは本音ライブを大事にするということでお許しください。それでは12月歌舞伎座に行ってみましょう。レッツゴーということで、今月のランキングをお届けします。なお私のランキング、あくまでも私個人が見た直後に感じたまま、私のドーパミンがどのぐらい上がったか、そしてもう一度見たいかという基準でつけてます。皆さん一幕見席の参考にしてください。6つある一幕見席のどれを見るべきかという参考のために作ってます。でも皆さんの感じ方それぞれ違います。物語が好きな方、役者が好きな方、推しの方、いろいろいますということで、自分の目で最後は確かめてください。それではまず4位から6位を発表します。第6位は嵐の夜にの前半です。今嵐の夜にの発端から2幕目までが終わりました。前半です。いやー、獅童さんと菊之助さんのこのガブとメイのイチャイチャぶりが驚きました。前回実は9月に南座で嵐の夜を見ました。その時はメイを勝太郎さんがやってました。メイの勝太郎さん、いやー、すごく獅童さんのガブに対して嬉しそうに恋する乙女という感じで接していました。今日の菊之助さんのメイは高貴な雰囲気があります。高貴なんですけども、心からガブを尊敬して信頼するという感じが現れていました。先日フジテレビのポカポカという情報番組に獅童さんと菊之助さんが出ていました。その中で結構獅童さんは最初から暴れ回る、暴れて目立つ。そして菊之助さんは本当にそれをニコニコとしながら見ているという意外な展開でした。いや、2人本当に仲がいいんですね。正直でなんで勝太郎さんは理解できるんですけど、菊之助さんまでがメイをやるのかという気がしましたけども、しっかりと2人の間には信頼関係があるようです。少し年は獅童さんの方が上ということですけども、やはり生き心劇団、座長として、今はもう座長の位置にある菊之助さんとして心を割って話せる友人という獅童さんは感じでしょうか。獅童さんは逆に、親が歌舞伎役者を廃業していると、その中から自分の力でのし上がってきた、ピンポンで主役を取ってのし上がってきたそのハングリー精神でも、その人を魅了する天性の明るさ、そしてサービス精神、そういう全然違う2人が実は信頼し合ってるんだなということが分かりました。このポカポカの雰囲気を今日のこの嵐の夜にも表してました。いやー、本当に輝くような高貴さ、そして、耳に心地よいこのメイの声、菊之助さんの声で素敵な舞台でした。途中国谷さん、改め清志郎さん、沢村清志郎さんの襲名の口上がありました。そこの横にも優しく獅童さんが付き添うという形で心温まるものでした。結構印象的だったのは、清志郎さんが門閥街からやはりここまで引き上げてくれたと、存外の喜びであると、そしてそういうこともできるんだということも自分たちの仲間の励みになると嬉しいという話をされていました。そういう意味でもこの歌舞伎界のプリンス菊五郎さんの息子の菊之助さん、
歌舞伎役者から映画役者、そしてのし上がってきた獅童さん、そして今度門閥界から入ってきた清志郎さんということで、いろんな人たちが歌舞伎を支えているということがよくわかります。ストーリーとしては木村雄一さんの絵本が元になっています。今日も実は初日ということでサイン会をしていました。いやこの歌舞伎の嵐の夜に、ストーリーは正直言ってファミリー向け、子供向けというところもありますけども、分かりやすいストーリーで初めて歌舞伎を見る方々にもおすすめです。新作関連ということで皆様にお知らせがあります。新作歌舞伎、音楽はどういうふうに作ってるんだろうということで、12月12日に木曜日ですけども、昼間の2時から4時まで世田谷文学館で風の谷のナウシカの音楽を作られた新内高太夫さんのお話を聞くことができます。いや本当にこの無から有を生み出す、でも伝統を守らなくちゃいけない、どういう考え方で作ってるか直接お話を聞けるのが楽しみです。よろしければチケット申し込みの案内を概要欄に貼っておきますので、ぜひ聞きに来てください。私も聞こうと思います。第5位はかがとびです。今かがとびが終わりました。かがとびとは言っても、その実際とびが出てくるのは最初の場面だけです。最初の木戸前という場面ですけども、13人のとびたちが獅童さんを筆頭とするとびたちが名乗りを上げる連ねと言います。そして全部で33人のとびたちが決起盛んに他のとびたちと戦うぞと息巻きます。そこで朝吉演じる松緑さん、俺を殺してから行けと、行くならこれせと。でそこに勘九郎さん演じるやはりとびの松蔵が、俺も殺せと言って皆を止めます。でそこでいやーと言って、33名が花道を引っ込むところ、いやー壮観な眺めです。という歌舞伎ならではのこのとびたちの壮観さ、勇壮さを見た後、いきなりパワハラあんまの道元の松緑さん二役です。いやーパワハラ道元親父の話がこれが暗く続きます。最後このでもパワハラ道元さんが捕まって終わるという完全懲悪なんで、一矢報いられるということで、良いです。道元の奥さん役のおせつを演じる忍さん、うまい、目が見えない役ですね。このハラスメントにあっていじめられるその悲惨さを切々と語ります。いや綺麗で細かいな演技が忍さんとても良かったと思います。そしてその道元と一緒に悪事を働くお金、これ寂右衛門さんやってます。少し悪さぶりが柔らかいという気もします。でおせつの姪のお朝がせっかくお金を持ってきてくれたのを、これを逆手にとって、お前旦那に悪いことされたんだろうと、それでお金もらったんだろうということで質屋の伊勢屋に乗り込みます。そこで散々ゆすりをする道元でいろいろ交渉してる、そこにまたとびの松蔵勘九郎さんが来ます。いやそのとびの勘九郎さん、頭にまさかり型のちょんまげを言う、いやかっこいいですね。まるでウルトラマンのようにかっこよく乗り込んでくれて、そして、話を求めますと、お前この手紙、お朝の手紙というが筆跡が違うだろうと、帰れ帰れという感じで、追い返します。そして実はおせつの父親を殺していた証拠の
紙入れ、財布を見せる。それも証拠に最後は人殺しの服も見つかって捕まるという話です。最後だんまりの中でご用ご用と言いながら、笑いも誘いながら捕まる意外なだんまりの面白さです。こういうのも歌舞伎を理解するのにいいかもしれません。ただ質屋の松緑さんの黙阿弥ならではの言葉ですけども、少し丁寧に言い過ぎて、長いかもしれません。もう少しテンポよく言ってもよかったかもしれないなというふうに思います。ということで、江戸の長屋のなおかつ目の見えない方々、実はこの道具が見えてるんですけどもの、生活も描いてるかがとびでした。第4位は武覚雪月花です。今武覚雪月花が終わりました。勘九郎さんが春の桜、そして秋の松虫、そして冬の雪だるまを演じます。最後の雪だるまが勘九郎さんのいろんな体の表現、雪だるまが恋する姿、そして雪だるまがこうやってしなしなと溶けていく姿、そして最後は溶けて朝日が昇る姿、いろんな姿を表していてコミカルで素晴らしかったと思います。春の場面、その前の私第2部の詐欺娘から見ていたんですけども、最初の音楽、詐欺娘と同じようにポンポンという鼓から始まりました。そして幕が上がる。詐欺娘かなと思いましたけども、中には大きな桜の木、しだれ桜が咲いていました。そこでピンクの着物を着た可愛らしい勘九郎さんが出てくる。第2部の最後では、志の輔さんが詐欺娘でしたけども、なんと第3部の初めはお兄さんの勘九郎さんが娘役で出てきました。楽しそうに踊りますね。ちょっと顔を見せて、そして逆側から出てくる。途中の口説きかなと思ったら、少し顔見せして恥ずかしそうに木の中に入って、今度は大きく早変わりをする。おーという声が出てました。すごいスピードで早変わりをして、そしてまるで富士音頭のような楽しい踊りを見せてくれました。今度は競りから長三郎くんが出てきて、松虫が始まりました。親を探す松虫。途中で勘九郎さん、親の勘九郎さん、親の松虫の勘九郎さんがすっぽんから出てくる。ちょっと、虫好きの中車さんが NHK で虫の衣装を着て虫の着ぐるみで踊る様も思い出しました。長三郎くん結構がっちりしてる。でもその虫が親を見つけて喜ぶんですけども、儚く秋は終わり、親の松虫が亡くなっていくという話でした。そして最後は雪だるま。最初雪だるまが競りから上がってきて、何かな、手がちょっと見える、足がちょっと見える。たら勘九郎さん、ピエロというかコミカルな熊取りをして出てきます。頭には黄色の鉢巻きも巻いてます。その雪だるまが炭屋の娘に恋する。恋文書いたり、いろいろ指をさして誘ったりというふうにします。そのうちに自分の体が溶け始める。ですごいのは、自分の体が溶けると一生懸命地面から雪をまた集めてきて自分の体につけます。でも溶けていくと、そして日が上がってくる、明るくなってくる、さらに溶けるというところ、コリオグラフィーのように体をうまく使ってました。そして溶けた雪だるまが舞台上に出てくる。その下から実は長三郎くんが出てくるのかなというちょっと期待もありましたけども、そのまま朝日が昇って終わりました。ということで、17世勘三郎さんが18世の勘三郎さん、当時勘九郎さんと踊った踊りそうです。そういうこともあって、勘九郎さんと長三郎さんにふさわしい、コミカル、寂しさ、恋もちょっとあるという踊りでした。
ということで今月もランキングをお届けしました。歌舞伎座で私熊取 T シャツを着てることが多いです。今日も何名かの視聴者の方にお声かけていただき嬉しかったです。ぜひ皆さんいいねを見てる方押していただいて、私を応援してくださると嬉しいです。チャンネル登録もお願いします。そしてぜひ皆さんいろいろご意見教えてください。ご意見感想本当に、皆さんの感想が私一人の見方じゃなくていろんな見方の参考になります。ぜひ語り合いましょう。ということで今日は12月歌舞伎座初日からお届けしました。いや本当に見応えのある月です。ということでこれからもよろしくお願いします。歌舞伎 YouTuber の電脳和風でした。これからもごひいきによろしくお願いします。それではまた。